前回ヘッドをね下ろしていきましたよね。でもその下ろしたヘッドがね、スキッシュエリアがね見たことないぐらい溶けてて、ヘッドガスケットもねもうここだって感じで、抜けた場所がねもう一目瞭然でした。でもね皆さん考えてください。ヘッドがそんな状態でしたらね、もちろんブロックもとても次元的なことになっております。ですのでね、その次元的なことをね皆さんもね一緒に見てまいりましょう。はい、ブロック側なんですけどね、これもピストン溶けて、シリンダーの部分溶けて、で、ここが抜けたから、ここの水、この穴の水ラインにこう圧力吹いて、すごいもう水がオーバーヒート。2番もそうですね、ここ溶けてからこっちに水ラインの方に抜けて、オーバーヒートしてる感じ。3番、4番の3番もちょっと怪しいけど、まあこれピストンも終わってますけどね。まあそうですね、原因がね、これですね、オーバーヒート。まあさすがに120度まで来たら、これぐらいなるっすよね。いや、思った以上にひどいな。ちょっとまあまあショックや。まあ、ちょっとね、だからこれもちょっとバラしていきましょう。はい、それではね作業をねやってまいります。まずねこのオイルパンね、オイルが入ってるのでね、これをね抜いていきましょう。でね、これ抜いてる時にね時間余ってるんでね、なんか横についてるオイルブロックとかね、ちょっとねそういういらないものをねとりあえずね、外していきます。でね、そんなこんなんでねオイル抜き終わったんでね、ドレーン閉めて、これひっくり返します。これひっくり返すときにね、中に残ってる水がねまあ落ちてくるんでね、なんか桶とかで拭きましょう。で今からオイルパンをね外していきます。オイルパンもねこれね大容量なんでね、六角で止まってるんでね、その六角のボルト緩めてやりゃね抜きます。でね、本当はねオイルパンカッターっていうね道具がねあるんですけど、なんかねその道具がねどっか行っちゃったんでね、これ今ちょっとハンマーで叩いてのけました。はい、ここにね破片ね何があると思いますか？これねシムがあるんですよ。ロッカー飛ばしたら大体ねこの辺にねシムがね転がってます。そしたらねここのねまあ邪魔なねプレートをねまず外していきます。で外し終えたらこのブロックと、オイルパンの間にねこのなんか中間のなんかカバーみたいなのがあるんですけどね、このカバーをね外すんですけどね、こいつねむっちゃんこボルトが多いんですよ。なんでこんなボルトがついてるってぐらいね、なんかボロボロがねついてます。まあ、それをね一個一個ねこう地道にねこれをまずね外していきます。これね超めんどくさいです、本当にマジで。ちょっとこれを見てください。このストレーナー、なんかもうカスというか破片、これ何の破片？これめっちゃすごいね。これなんかすんごい入ってるよこれ。そうなんかこの辺なんかいろんなよくわかんないカス破片。やばいねこれ。相当やばいね。それでこのオイルパンにもその破片がめっちゃあるんですよ。いやすげえなこれ。これはね相当やばいっすね。はい、そしたらねこれね ATI のねクランクプーリーをね外すんですけどね、まあなんとねこの ATI のクランクプーリーねもうなんかねもうぴったりつきすぎてね、なんかもう
クランクプーラーがなんか負けてなかなか外れないんでね、もう最終手段クランクプーラーを帯で縛ってね、もうなんか無理くそ負けないようにねいったらね、なんとか抜きました。もうマジで硬かったですこれ。 ATI ってめっちゃ精度よくついてますほんとで。まあそれのっけたらね、フロントカバーをねチャチャーっとね、これをね外していきます。フロントカバー外したらね、このねチェーンのね、ガイドをね乗っけてからもうねチェーンもね外します。チェーンを外し終えたらとうとうピストンをね抜きます。まずねこのコンロットのね、キャップをね、外していきましてね、でね、外したらね、あとはもうねコンロットをね下押しながらやったらね抜けます。まあこれがね4発あるんでねちょっとめんどくさいけどね、一個一個ねこれをね、慎重に、抜くときねシリンダーね、コンロットとかでねこう傷つけないようにねゆっくりと抜いていきましょう。これね雑に抜くとねシリンダーとかね傷入っちゃうかもしれないんでね、この辺はね慎重に確実にやってまいりましょう。それでピストン抜き終えたら、まだこれクランクキャップをね緩めていきます。これもまた外から内に向かってちょっとね一気に緩めるんじゃなくてね、一個一個ちょっと緩めて、次行ってちょっと緩めてねっていう感じでね、一気に緩めずね一個一個ね慎重にやっていきます。上のカバーを抜いたらね、もうこのクランクキャップねのけまして、それをのけ終われたらもうクランクがスポッと外れます。はい、これ一通りバラし終わりました。ブロックはね、まあこんな感じで、まあこのおやめたのダメージはまあ普通、まあ大体こんなもんですね。でブロック自体にはまあ言うほどダメージがないのかなと思ったら、なんか4番のこれ破片を弾いたんかちょっとわかんないんですけど、なかなかなんかここシリンダーライナーの一番そこなんか欠けてるよね。これやばいよね。まあここまあ言ったらそんなに使わない場所だと思うんですけど、よくはないですよねこれでまあちょっと裏返してみると、まあシリンダー、まあ上、まあ当然のことこれねやっぱすごい勢いでね、もうガスケットも抜けて溶けちゃってね、この1番2番がねとんでもないことになってるんですけど、まあシリンダーの中まあこれもまあ普通とまでは言わないんですけど、まあでもダメージ受けたやつなんでね、これ焼けてる？まあちょっとわかんないんだけど、まあもう通常のこの状態じゃ使い物にならないですね。まあ一応ブロックはこんな感じで、まあ全部これバラしたんですけど、このオイルパンのこの中のこのカス、これ何ですかこれよくわかんないんですけど、このカス、まあ僕結構ロッカーアームとかねよく飛ばしちゃうんでね、で飛ばして割れちゃうんです。まあその破片なんかもしれないけどちょっとよくわかんないですねこれも。でこのねストレーナーのこの破片、これもなんか似たような形の破片がよくあるんですけど、何なんすかこれみたいなね。でまあこの辺はまあそれなりに普通
まあこのクラックキャップとかも別に、まあメタルもまあちょっと当たりもあれですけど、まあ普通大体こんなもんっすよね。まあこんなもんっす。でクランクは別にそんなになんかダメージがあるっていうのはなさそうですね。これは意外とクランクはよいしょ、重たいね。よいしょ。まあ普通、まあこれはまあ大丈夫そうですね。でこれピストンね、まあピストン抜いたやつなんですけど、まあこれもうえらい勢いで溶けてますね。これ単独ピストンです。いやー、単独ピストンダメになっちゃったっす。本当ちょっと辛いよね。これここ溶けて、まあダメです使い物にならないですね。これもう3番、これねやっぱりもうこの辺もう熱がねなんかで溶けてるんで、もう全然単独ピストン1セット終了でございます。まあオイルポンプもねストレーナー破片まみれだったんで、こいつもまあ新品交換になりますけどね。とりあえず現状こんな感じかな。まあやっぱり、ボロックがダメなんでね、このピストンがね終わってるっていう、そんな感じの状態ですね。